扇風機を改造して楽器にした扇風機。今回はこれを分解、改造、マイコンで電子制御し、超高性能に進化させていきます。この楽器、扇風機の風量調節ボタンを押すと、このように全体の音程が変わる性質があります。転調できるんですね。この楽器は扇風機の羽で電球の光を遮って点滅させ、その明るさの波形をセンサーで拾って音にしているので、羽が速く回るほど点滅速度、すなわち周波数が上がって音程が高くなるんです。ここを詳しく知りたい方は後で概要欄の過去動画をチェックしてみてください。よくある普通の扇風機は大抵弱、中、強の3段階の回転速度を選べます。しかし音楽をやるにはもう何段階も欲しいところなんです。サビで半音上がる曲とかよくありますよね。ありとあらゆる楽曲の調に対応するにはドからシまで最低12種類のキーに対応させる必要があります。今回はさらに欲張ってその3オクターブ分36段階のチューニングに対応させていきましょう。より広い音域をカバーするためです。どうやったらそんなことができるでしょうか。それを調べるためにまずは扇風機を分解していきます。なお、扇風機の分解は高電圧、高速回転するモーターなどによる怪我のリスクを伴います。ご自身で適切に判断し、安全に十分配慮して作業ができる方以外は真似しないようにお願いします。中には2箇所基板があってコネクタでつながっていました。まずはコンセントからの交流電源を直流に変換する基板、そして風量調節ボタンのついているメインの制御基板です。モーターにはメインの制御基板から3つの線がつながっていました。それぞれの名前をチェックしてみます。下からグランド、24V の直流電源、そして PWM です。 PWM って何でしょうか。実はこれがモーターを制御する信号です。 PWM とはパルス幅変調の略称で、このような四角い波形の上側に張り付いている時間と下側に張り付いている時間の比率、デューティー比を変化させることで信号の強さを表現しています。波形が常に一番下にいるときは最も小さい値、一番上に張り付きっぱなしのときは最も大きい値を意味しています。この信号にはローパスフィルターを通すことでデューティー比をほぼ直流電圧に変換することができるという利便性があります。ここでのローパスフィルターの動作は一定時間で信号の値の平均を取っているようなイメージです。実際にここに PWM 信号を入れて扇風機を回してみましょう。そのために Arduino というマイコンを使っていきます。Arduino はパソコンでプログラムを書くとその通りにデジタルピンから電圧波形を出力してくれます。一旦低めの 100Hz の PWM 信号を出してみました。オシロスコープで信号をモニターしています。これをグランド直流電源とともにモーターに送るとしっかり回りました。ここで PWM のデューティー比を 75% に上げてみましょう。このような波形ですね。こうすれば回転数が上がるはずです。実際回してみるとそこまで変わった感じはしないですね。逆にデューティー比を極端に低くして回転数を遅くしようとしてみましたが、やはりあまり回転速度が変わっていないようです。もしかしたら PWM 信号の周波数が間違っているかもしれないので試しに上げてみました。さらに2倍の周波数にしてみると今度は明らかに回転速度が速くなっています。これデューティー比じゃなくて周波数で回転速度が変わってますね。先ほど言った PWM パルス幅変調とは少し違う仕組みで制御されているようです。どちらかというと周波数変調、つまり FM と呼んだ方がいいような気がします。なぜ基板には PWM と書いてあったのでしょうか。こちらも波長が変わることでパルスの幅が変わっているとも言えるのでそのせいでしょうか。あるいは単なる設計上の慣例かもしれません。もし理由がわかる方がいたらぜひコメントで教えてください。モーターの制御方法が分かったので制御システムを作っていくのですが、その前に少し余談です。以前の動画でも言った通り、このような制御は昔ながらの扇風機に使われている AC モーターでは難しく、高級機種に多い DC モーターでしかできません。モーターの仕組みからこの理由が説明できます。これは簡略化したモーターの模式図です。
中心には回転子があり、それが周りの電磁石の磁力で回転します。回転子が動き切ったタイミングで電磁石の磁極を変化させ続けることで止まらずに回り続けることができます。この時一つの電磁石に注目すると、このように磁極の向きが入れ替わり続けています。つまり扇風機は向きが切り替わる電流、交流電流によって回転し、回転速度はこの電流の向きが切り替わる速さに連動しています。AC タイプの扇風機ではこれをコンセントから直接持ってくるので、コンセントの電源周波数に依存して回転数が決まってしまいます。一方で DC モーターではドライバーやブラシなど直流電流から自分でこの交流電流を生み出す仕組みを持っているので、自由な回転調整が可能なんです。ミニ四駆などで使われるこのモーターも DC モーターの一種です。こういうモーターは回転子側が電磁石になっており、ブラシという物理的な機構で自身の回転によって電流の向きを切り替えています。この奥に見えている接点がブラシですね。回転子が回転するごとにどの電磁石にどの向きで電流が流れるかが変わっていくことで自動的に回転を続けます。それでは制御方法を模索する作業に戻りましょう。さっきはアルデュイノが送る信号の周波数に応じて扇風機の速さが変わることが分かりました。しかし具体的な関係はまだ分かりません。何ヘルツの信号を送ると扇風機が何回転するのか測定して定式化する必要があります。扇風機の回転数はどうすればわかるでしょうか。モーターなどの回転速度を測る一つの方法としてロータリーエンコーダーというものがあります。回転軸に穴の開いた円盤を取り付け、光がこの穴を通過してくる点滅の回数で回転角度を特定するというものです。実物はもう少し複雑な仕組みで回転方向や角度まで計測しますが、このシンプルな構造でも光の点滅頻度から回転速度だけなら知ることができます。この構造、何かに似ていると思いませんか？そう、扇風機の羽です。実は扇風機の音声信号の生成ってこれと全く同じ仕組みなんですよね。逆に言えば扇風機は楽器だけでなくモーターの回転速度を測定する機器としても使えるわけです。そして出力される音の周波数は円盤に開いた穴の数×回転数で決まります。円盤は自分で設計したので開いている穴の数は分かっています。つまりその時に鳴った周波数を測定することで回転数を逆算することが可能なわけです。実際に回転させて音を鳴らしながらスマホのチューナーアプリで周波数を測定してみます。いろいろな周波数の制御信号を送り、それに対する回転速度を測定してプロットしていきました。するとこのように綺麗な直線になりました。回転速度は送られてくる信号の周波数に比例するようです。最小二乗法を用いて近似直線を出して、どの回転数を出すためにどの周波数の信号が必要か計算できるように定式化することができました。次に出したい音程に必要な回転数を求めていきます。求める方法は以前の動画から何度も出てきているこの式ですね。周波数イコール1周の穴の数×1秒間の回転数です。前回設計したこの羽、綺麗な純正率のスケールが鳴るように設計しています。そのため最高音さえ指定すればそのキーの綺麗な純正率が演奏できる回転数になります。今回は低音域から高音域までカバーする36段階のキーを設定してみました。制御の方法は確立したので次にハードウェアを作っていきます。今まではパソコンのソフトから USB 接続で Arduino に指示を出し扇風機を制御していました。しかしこれではパソコンがないと使えない楽器になってしまうので Arduino 単体で好きにキーを切り替えられるようにします。そのために専用のコントローラーを製作しました。Arduino のピンにキーを移動するためのスイッチなどを接続したものです。下側のボタンを押すとキーが1個上がり、上側のボタンを押すと1個下がります。7セグメントプラスドットの LED で現在のキーを表示することができます。このようにボタンを押すと Arduino がそれに反応してキーを切り替え、それに応じて LED の画面も切り替わっています。 G メジャーキーなら G、 B フラットメジャーキーなら B ドットと表示されます。
フラットをドットで代用してるんですね。さらに一番低い12個のキーでは左側の LED が、高い12個のキーでは右側の LED が点灯します。中間の12個では2つとも消灯しています。アルデューノにはこのようなコードを書き込んでいます。今回7セグメント LED も一つ一つのセグメントを別のデジタルピンで制御してみました。買ってくる抵抗の値を間違えて全部のセグメントに対して2つずつ直列でつなぐ羽目になっています。皆さんは LED の電流制限抵抗の値はしっかり計算しましょう。オシロスコープで見てみると、ボタンを押してキーを切り替えるごとにしっかり周波数が切り替わっていることがわかります。また扇風機のオンオフを切り替えるスイッチもしっかり機能していますね。いよいよ実証の時間です。ちゃんと目的のキーに転調できるでしょうか。まずは一番低い G フラットメジャー、ここから半音を上げてみます。しっかり半音上のキーに移調することができています。もう一段階上げてみると、しっかり半音上がりました。ここからさらに早送りで見ていきます。一番低い12個のキーが終わったので LED が消灯しましたね。この辺りになってくると扇風機の回転速度もかなり上がっていて、それを体で感じることができます。一番上の12個の音域に突入したので再び LED が点灯しました。ちゃんと36個のキーに転調することができました。アルディーノによる制御は成功ですね。これでこの扇風機の音域は D フラット2から F6 まで47音。一般的なエレキギターよりも広い音域を手に入れることができました。ここであることに気づきました。最高キーに設定した時の回転速度が元の扇風機の最大風量設定の時よりも速い気がします。改造する前の状態で最大風量に設定した時の音程を測ってみるとだいたい 900Hz ですね。一方で改造後の最高速度で音程を測ってみると 1400Hz も出ています。回転速度は 1.5 倍。今回の改造、扇風機の風量を限界突破させるという副作用があったみたいです。これ当然とても危険なので真似はしないでください。遠心力で円盤が壊れて飛散したり、消費電力が内部回路の許容値を超えたりして事故になるリスクがあります。アルデューノによる制御を試したい方はしっかり元の回転数をあらかじめ測定し、それを上回らない範囲で制御するようにした上で十分に安全に配慮し自己責任で行うようにしてください。大変恐縮ながら今回の動画を真似されてもし怪我などの損害が発生しても当チャンネルでは責任を負いかねますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。今回さらに光ピックの改良も行いました。前回言った通り CDS セルを使用した光ピックはいろいろな要因で出力が弱く、こんな感じで拾える音はかなりか細いものになってしまいます。そこでフォト IC ダイオードを使用した高出力低インピーダンスの光ピックを製作しました。完成図はこんな感じ。ボリュームノブもついています。
そして TRS ジャックのリングをスイッチ代わりにすることで、ケーブルを挿している間だけ電源が自動的にオンになります。実際に2つの光ピックを比較してみましょう。同時に鳴らしながらオシロスコープでその信号の強度を測定してみます。上側が新型、下側が以前のバージョンの光ピックの電圧出力です。明らかに新型の方が大きな信号を得ることができています。今回の改造で扇風機に転調能力が加わり、音質も向上しました。これでしっかり楽器として使えるものに仕上がったと思います。なので扇風機シリーズはここで一旦完成とします。しかし部屋を見渡してみると、まだまだ楽器にできそうなものがたくさんあります。ゲーム機、ブラウン管テレビ、そしてお玉などなど、今後もこういった素材を使って楽器を作ったり、音の仕組みについて学んでいく動画を投稿していきますので、今回の内容が面白いと思っていただけた方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。